デュエルガンダムと共に秘密裏に回収され、さらに強化された砲撃専用機体ライトニングバスターガンダム。今再び戦場に駆り出すこの機体を今回ウェザー。どうもダーティーです。今回はライトニングバスターガンダムを陸戦仕様風にウェザリングしていきます。もともとの大好きなバスターガンダムの形を残してさらにどでかいキャノンをつけてくるというなんとも男心をくすぐるデザインでもうたまらないですよね。パッケージイラストもちらりと見せる背中を預けるデュエルの姿がいいですよね。では早速一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組み。まずはゲートを少し残してカット。その後型番リッパーできれいに二度切りして、あとは説明書通りに組んでいきます。今回もヤスリがけやモールドの彫り直しはせず製作していきます。で、あっという間に仮組み完了です。この身の丈ほどあるバスターがどっしりとしていて、いかにも高火力機って感じでかっこいいですよね。で、先にアンテナのシャープ化だけをしておきます。ニッパーで安全フラッグをカットしてヤスリで整えて、こんな感じの仕上がり。今回のパーツ処理はこれだけです。フェーズ2部分塗装では、色分けが足りない箇所を塗装していきます。まずはオレンジ、レッド、イエロー、ブラウンを混ぜて成型色に近いオレンジを調色します。こんな感じでオレンジ7、レッド2、イエローとブラウンが 0.5 ずつくらいですね。で、ざっくりマスキングしてエアブラシで塗装しました。さらにマスキングをしてエナメル塗料のブラックを拭いていきます。仕上がりはこんな感じで本当にざっくりしたマスキングです。その他にもこれらのパーツを塗装しました。同じオレンジで顔のパーツの頬の部分、肩アーマーの背面部分、ふくらはぎのスラスター周り、これがオレンジの塗装箇所です。あとは足裏をブラックとニュートラルグレーで調色したダークグレーで塗装し、フロントスカートの真ん中のパーツはニュートラルグレーで、サイドスカートもざっくりマスキングして、あと肩アーマーのオレンジパーツもエナメル塗料のブラックで塗装しました。でははみ出した箇所をまずエナメル溶剤を使って拭き上げていきます。リアスカートのスラスター部分には段差があるので割と簡単に拭き上げることができました。次はラッカー溶剤を使ってオレンジ色のはみ出した部分を拭き上げていきます。一緒に指も拭けばよかったのですが、汚い手のままで申し訳ないです。で、綺麗に塗り分けができました。その他もはみ出した箇所を拭き上げていきます。あとはバックパックのミサイルなんですが、エナメル塗料のレッドを希釈なしで塗るというよりか、塗料をちょんちょんと置きました。表面張力でぷっくり丸くなり、いい感じに仕上がりました。これで部分塗装は完了です。フェーズ3デカール貼りでは、ライトニングバスターはディテールがあっさりしているのでデカールを貼って少し情報量をプラスしていきます。マークセッターを使って水転写式のデカールを貼っていきますが、ここはお好みで貼っていただければと思います。一応僕が貼った箇所はボディパーツ、腕のパーツ、ヘッドパーツ、アンクルガード、足の上部パーツ、すねのパーツ、フロントスカート、リアスカート、足のパーツ、ビーム方にも少しデカールを貼りました。ではここで艶消しのトップコートを拭いておきます。フェーズ4二重ウォッシング。まずはレザリングカラーのマルチホワイトを使ってウォッシングしていきます。塗料をよく振って希釈なしでそのままパーツ全体にしっかりと塗っていきます。初めての方は牛乳をぶっかけた感じでちょっと不安になると思いますが、これで大丈夫です。それを全パーツに塗っていきます。塗り終わりがこちら。見た目じゃわからないですが、白のパーツもしっかり塗っています。ではウェザリングカラーの薄め液、
キムワイプ、綿棒を使って塗料を拭き取っていきます。薄め液をつけたペーパーでトントンと叩くようにして塗料を拭いていきます。ペーパーでは拭きにくいところは綿棒を使って同じように叩くようにして拭いていきます。拭き上げ後はこんな感じです。本当に拭いたって感じなんですけど、比較すればこのようにしっかりとその変化がわかります。これぐらいの拭き上げで OK です。拭き上げが終われば1日ぐらい置いてしっかりと乾燥させます。そうしないと次のウォッシングで塗料が溶けて混じってしまいます。では次はグラウンドブラウンでウォッシングしていきます。今回は塗料を薄めてから塗っていきます。だいたい5倍ぐらいに薄めています。で、溶剤が多いとパーツが破損することがあるので、こういった差し込んで外側にテンションのかかっているパーツは外してから塗っていきます。そして塗り方なんですが、先ほどは指定しなかったのですが、今回は重力方向に塗っていきます。これを全パーツにやっていきます。ちなみに薄め具合はこんな感じで、しっかり濃いグラウンドブラウンですが、うっすら半透明ぐらいに薄めています。では塗り終えれば拭き上げていきます。拭き上げも重力方向を意識して行います。綿棒でも同じように下に向かって拭いていきましょう。そして拭き上げ後です。先ほどの真っ白な状態から一変して白っぽく退色感があるところやくすんだ汚れがあるところなど、一気に運用した機体の年月を物語るような表情になりました。ではトップコートでウォッシングの状態をセーブしておきます。フェーズ5、墨入れ。では今回はリアルタッチマーカーのグレー3で墨入れしていきます。マーカーで墨入れしたい箇所にラインを引いて、綿棒で余分な塗料を拭き取っていきます。その後にメラミンスポンジでぼかしながら拭き上げていきます。この一連の作業で墨入れしていきます。白いパーツはメラミンスポンジで多めにこすってしっかり細いラインの墨入れにしていきましょう。で、こういうパーツの分割部分は片方のパーツの断面にマーカーで塗りつぶして墨入れとしておきます。で、これが墨入れ終了後です。いつもならウォッシングで墨入れも同時に行うのですが、グラウンドブラウンを薄めて塗っているため、はっきりとした墨入れにはならないので、別途墨入れしました。その代わりマルチホワイトのウォッシングの時の塗料が墨入れのようになっているので、この墨入れ作業でしっかりと白いモールド箇所を消しておきましょう。フェーズ6、リアルタッチマーカー。引き続きリアルタッチマーカーのグレー3、ブラウン1、ぼかしペンを使って様々なウェザリングをしていきます。まずはブラウンで点を打ってぼかしペンでぼかしながら下にスーッとラインを引いて錆だれを表現していきます。ぼかしペンは使い続けるとペン先に塗料が溜まって濃くなっていくので、適度にペーパーで拭いて調節します。色が濃いめの錆だれをしたい場合は指で OK です。次は雨だれの表現です。雨で汚れが下に流れたような跡をつけていきます。グレーを使って先ほどとほぼ工程は一緒ですが、ぼかしペンで下方向に塗料を伸ばした後、メラミンスポンジでさらにぼかしてなじませていきます。こんな感じで上は濃く下を薄くを意識するといいと思います。これも指でやると濃い雨だれ表現ができるので、色の濃いパーツは指で伸ばしていきます。あとデカールシールを狙ってやるのもリアル感が出て効果的です。強弱をつけて、たまにはこれぐらいはっきりつけてもメリハリが出ていいと思います。次はサビ表現です。今回は足元だけ少しサビ感をつけました。まずブラウンで大きめに点を打っていきます。その後グレーでブラウンの中心部分に点を打っていきます。
次はぼかしペンでマーカーでかたどった周辺をぼかしていきます。この時も点を打つようにペンを動かして作業しています。はじめはぼかしペンがインクを吸って消えていくのですが、作業を進めるとペン先にブラウンとグレーのインクが混ざって、何とも言えないいい感じの複雑なサビの色になってぼかせます。最後にメラミンスポンジで軽くこすって仕上がりはこんな感じに。それらをパーツの各所に施しました。ブラウンでサビ感を出すかグレーで汚すのかの基準なんですが、特にはないんですが、パーツの奥まった箇所やはっきりとしたモールド部分の端の方にはサビだれ、それ以外はグレーでという感じで汚しました。割合的にはだいたいブラウン4のグレー6ぐらいになっています。この作業も各々の好みでオリジナリティが出る部分なので、好き放題汚してもらえればと思います。フェーズ7スポンジチッピングでは、水性塗料の焼き鉄色を使ってスポンジチッピングしていきます。塗料をスポンジにつけてペーパーで調節してパーツのエッジ部分にチッピングをつけていきます。いつもはウェザリング作業の序盤ですることが多いのですが、今回は最後に持ってきました。この焼き鉄色は黒の部分は乾くと艶消しで、金属粒子はそのままギラッとメタリックシルバーのままなので、艶消し塗料でチッピングをする効果とドライブラシでシルバーをつける効果があるので、まさに一石二鳥な塗料です。で、こちらチッピング後です。色の濃いパーツはシルバーで金属感が出て、オレンジと白のパーツには黒くチッピングした跡がついています。エッジ部分だけではなく広い面にも軽く作業してデカール部分も狙うとより使用感が出ていいと思います。ファイナルフェーズ組み立てでは、最後に付属のホイールシールを使ってツインアイやセンサー部分のシールを貼っていきます。ライトニングバスターのこのイエローグリーンは他のものと違ったいい色合いなので、今回はツインアイも塗装せずそのまま使用しました。期待に合った色味でメタリックポイントとしていい感じですね。ではあとはサクッと組み上げて、では完成です。どうぞ。では比較です。今回は元々の成型色がグリーンは濃く暗めでオレンジは鮮やかな明るい色だったので、まずホワイトでウォッシングして退色表現を行い、さらにグラウンドブラウンで薄く汚し二重ウォッシングでウェザリング作業のベースとしました。成型色のままで汚していくとグリーン部分は目立たず、オレンジと白のパーツだけがすごく汚れた仕上がりになりそうだったので、今回のウェザリング手順にしました。ではアップです。元々の配色が迷彩っぽい色なので、陸線仕様風に雨だれやサビを書き込んでも違和感なくしっかりと馴染んでくれました。今回はしなかったのですが、ウェザリングマスターなどで砂汚れを加えると完全な陸線仕様の汚し表現ができますので、違うキットで試してみていただければと思います。いかがだったでしょうか。今回はライトニングバスターガンダムを陸戦仕様風にウェザリングして制作しました。以前作ったデュエルブリッツとは違う方法で汚しているのですが、退色表現を行ってもしっくりくる色合いで、こうやって並べてディスプレイするのにも最高の仕上がりになりました。自己満は大事ですからね。で、もしこの動画が良かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。